皆さんこんにちは。山田屋の宮 D です。今回ご紹介するのはですね、新選組沖田総司の愛党としても大人気の、大和の神安貞でございます。こちらに置いてありますけれどもね、昇進在命の、教会の特別保存の鑑定がついた、一振りとなっております。これからですね、刀鍛冶としての安貞の人物像、それから、沖田総司との関わり、あるいはですね、刀剣乱舞の設定といったものを入れながらですね、優しく、専門用語はですね、2つに絞って、解説していきますので、ちょっと上級者やベテランの人には物足りないかもしれないんですけども、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。安貞は本名富田宗兵衛。1618年に紀伊の国、現在の和歌山県に生まれました。江戸に出た安貞は幕府の御用家事を務めた二代安継の門下に入り、作刀の腕を上げました。詩には諸説あります。安貞の刀は切れ味抜群で、試し切りを行う役人山野嘉右衛門が五つ刀を切った、つまり人体を5体並べて切断した刀もあります。凄まじい切れ味ですね。およそ200年後に大和の神安貞を愛刀にしたのが言わずと知れた新選組一番隊組長沖田総司です。沖田は天然理心流の達人で得意技は三段突き。大和の神安貞は反りが浅く長寸の刀が多いので突きにはとても適していたでしょうね。刀剣乱舞で大和の神安貞は扱いが難しく使い手を選ぶという設定ですが、これは天下開逆以来5つ刀を切ったのにもかかわらず、技物入列では上から3番目の余技物に記されているところからも、切れすぎて使い手を選ぶほど扱いが難しいということを反映したものだと思います。はい、ということでですね、ではここから本物の大和の神安貞について、皆さんとじっくり見ていきたいと思います。まずは姿ですね、全体のフォルムからでございます。本当はですね、縦方向で手に持って見ていただきたいところなんですけども、すいません、画面の都合上横に表示させていただきます。先ほどの、沖田の説明の中にもありましたけれども、浅い先反りが、安貞の特徴でもありますね。刃文は具の目ですね。安貞の代表的な刃文、大具の目乱れでございます。非常にダイナミックでですね、物切れしそうな迫力満点の刃文かなというふうに思います。で、今回のですね、専門用語、その1でございます。波中の働きでございますね。もう聞き慣れたよという方も多いと思いますけれども、この見どころの一つとしてですね、この刃の中ですね、この白い刃の中に働きと言われるものすごく簡単に言うと模様があるわけでございます。これを波中の働きというふうに言いますね。で、これが、波中の働きにはですね、10種類以上のものがあってですね、なかなか一気に覚えるというのは難しい。中にはなかなかお目にかからない働きもございますので、こういったものを見たときはですね、パッと言葉が思い浮かばないときは、いやー、波中の働きは素晴らしいですねって言えばもう OK でございます。はい。見どころが分かっているだけでも十分でございますので、そういった風にですね、気軽に刀の感触楽しんでいただければと思います。こちらの地金ですね、黒い部分、刃のこの峰寄りの方ですけれども、ここはですね、他の刀、他の刀工が打った刀よりも黒ずんでいる黒いというのがこの安貞の特徴の一つでありますね。一般的にその暗い地金というのは、美術刀剣の世界だとあまり好まれない特徴なんですけれども、安貞に限ってですね、大人気ですので OK でございます。はい。でですね、期待肌は、木の年輪にですね、よく例えられるんですけれども、この板目ですね、ちょっとうにょうにょと丸と直線が混じったような部分に、まっすぐになっているこの正目が混じるといったところがこの安貞の作風の一つでございます。この刀もそうですね。これがなかなかなんて言うんでしょう、肌物というかですね、非常に大きく出ていて、なかなか見て楽しめるんではないかなと思いますね。
安貞というとこう武勇一辺なんていうふうに、昔の本ですとか、書かれるんですけれども、いやいやなかなか見応えがあってですね、これはいい地金なんではないかなというふうに私は思っております。で、お待ちかねのこの中子でございますね。これがなかなか、状態がよろしいんですよね。このやや直線的でこの先細りした中子というのがですね、この安貞の一つの特徴でございます。この安貞の銘もですね、なかなかこう達筆というか非常に特徴的でかっこいいんですね、これが。神守るという字なんかちょっと真似したくなってしまうような字でございます。で、安貞の中子にはですね、この刀はどれだけ切れましたというですね、裁断名というのが、挿絵裏の方に多く切られているものがあるんですけれども、こちらはありませんね。おそらくその試し切りの役人山野嘉右衛門に知り合う前の比較的初期の作なのかなというふうに思っております。中子についてはですね、非常にこれ状態がいいんですけれども、産中子というわけではないんですね。これはちょっと上級者向けのお話になります。こう画像を見ていただくと少しわかるかなと思うんですけれども、サビ色が若干違いますね。5ミリほどわずかに待ち送りされておるんですね。これがなければですね、需要刀剣候補でもおかしくないかなぐらいの出来ではあるんですけども、ややちょっともったいないところでございますね。それだけちょっとお伝えしておかなければというところでございます。そしてではですね、この刀にはこしらえがついております。これがまた最上級のこしらえとは言えないんですけれども、なかなかにですね、ちょっと実践的で、必要にして十分かなというふうに言えるのではないかなというふうに思います。というのをですね、ちょっと説明していきましょう。柄がちょっと面白いので、柄に今回はクローズアップしていきたいと思うんですけれども、まず柄ですね。平巻き、柄巻きが平巻きでございます。凹凸が少なくて握りやすいという風な使いになっております。これやっぱりですね、実践的な、対戦中の軍刀ですとか、あるいは戦闘民族の薩摩ごしらえですね、そういったものに非常に多く見られるので、やはりこの辺が実践的でいいなというふうに思いますね。本当に新選組の大使が持っていたと言ってもあまり不思議ではないようなごしらえでございます。で、この金具がなかなか面白いので、今回これにですね、注目していきたいんですけれども、コウモリの図柄なんですね。で、これが、色が反転しております。これが、今回のですね、2つ目の専門用語になるんですけれども、昼夜でございますね。同じ図柄なんですけども反転していると。これは昼と夜に例えて昼夜というふうに表現します。もしかしたらこの刀剣以外の、世界でもですね、こういった言い方をするかもしれないんですけども、なかなか面白いので今回取り上げさせていただきました。でですね、コウモリの図柄会というところでございます。これは、昼夜を問わずですね、都の平和を守るバットマンというわけではなくですね、これは意味がありまして、コウモリというのはですね、当て字ができるんですね。こう幸ですね、幸せを守る、あるいは幸せを盛るというふうに当て字ができる縁起物なんですね。なんでこういったコウモリの図柄のものっていうのはこういう比較的江戸時代に関しては好まれたようなんですね。なかなか現代の感覚とは違って面白いなと思います。我々なんかですとちょっとコウモリというとですね、ちょっと怪しいとか、あるいはその吸血鬼のイメージなんかですね、あまりポジティブなイメージっていうのを持ちにくいんですけれども、時代が変われば見方も変わるものでなかなか面白いなというふうに思いますので、今回ちょっと取り上げさせていただきました。さあ、安貞をですね、今こしらえに入れてみたところです。非常にこしらえに入れてですね、手に持ってみるといかにも物切れしそうな雰囲気というのがですね、より伝わるのではないかなというふうに思います。実際見ていただいていかがでしょうか。写真たくさんですね載せて見ていただいたんですけれども、
またこうして動画にして人が持っている様子っていうのを見ると、またこれは印象が少し違うもので、よりですねこうちょっとリアルに感じていただけるんではないかなというふうに思います。さあ、ということで今回はこの大和の神安貞を紹介させていただきました。こうして持ってみるとですね、非常に長さとこの重さを感じまして、これはなかなかですね剣の達人ではないとうまく扱えないかなというふうに感じました。なかなか安貞人気で出回らないものですから、ちょっと手元にあるうちにですねご紹介できてよかったなというふうに思っております。今後もですね、分かりやすく丁寧な解説を心がけて、日本刀に関わる動画を発信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆様は大和の神安貞のどの部分が心に残りましたか？駆け足での説明となりましたので、至らない点も多々あるかと思います。ぜひコメント欄でご感想をお聞かせください。